にちは。今回はダンダダン第9話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。あっという間だった。すごいアニメ。友情、努力、勝利、そして変態。これも大学だろう。面白かったな。ストレートに。平成のギャグアニメかな。緑じゃなくなった下着姿ちゃんと見せろよ。下着でもエロくならないように徹底しとる。ギャグ作画でいいのかな。ギャグなら来週は元に戻るから。アニメーターすごすぎて疲れた。ハレンチ学園かよ。超絶作画。アホ増えて面白すぎる。情報量多くて胸焼けしそう。でも金玉一つしかないから全裸でもセーフでは。バナナはある。ずっと緑の画面見てたから、急にフルカラーになったら目がバグるな。それな。高校生活が終わったかい。どんどん面白くなるなこのアニメ。おかりんはいいけど女子2人はもう学校行けないじゃん。明日から学校行けんぞ。今後オカルンは一目置かれるようになるかも。原作だと何やってっかいまいち見づらい戦闘もアニメだとおもろいな。要点を割いてるからだね。この状態で平常空間に戻すの作者ド S すぎる。神回だったな。トレンド入りそう。頭からっぽ系でちゃんとしたの最近なかったからな。変顔シーンがクレシン見てる感じになるわ。面白かった。作画。面白かった。もう学校行けんだろ。キューボ、ここから言い訳する方法ない。現実は非常である。コンチーチのおもろさやわ。今日も面白かった。今更だがこれめちゃくちゃバトル漫画なのね。漫画ではやれないアニメならではの良さがようやく発揮された回だったな。ネタ回だったけど最高やったわ。合体怪人の腕が弾けた理由がいまいち分かりづらかったな。あの瞬間だけ水中じゃなくなったのかな。2話で終わらせたのは良き。ツッコミが間に合わないアニメは名作。コレシャコとバルタン星人に加えてエビボクサーもネタに含まれてる。カネゴンもモデルだよ。金田カネオくんが駅で小銭数えてるの印象に残っとる。カネゴンズってあったよね。篠原ともえとユースケ・サンタマリアがメンバーでちょっと間違ったかも。怪獣はまた別の勢力なのか。ネッシーもセルコ星人の護衛だけどあんまり敵と味方の区別がついてない。作者何歳だ。俺と同い年。なあなあ、原作読んでいる人。これ原作通り。はい。比較的原作通り。時々原作超えなシーンはある。滝菜に言ってるの。面白いな。硬いのありがとう。不純に性交遊で定額ものだわな。硬いのありがとうは使える。神作画。言い訳不可能すぎる。作画がプルンプルン天国。もうめちゃくちゃだよ。清楚なアイラちゃんも下着姿をみんなに見られるとか地獄。自習退学か。これも多くの漫画家志望の心を折りまくってるだろ。セルコ星人さん役やってる中井和也はもっと評価されていい。控えめに言って神回だった。テレビだと原作の何割くらいやることになるの。3巻ぐらいだったかな。まだまだ序盤なんすね。よかった。4割くらいかな。残り2はジャジ事変無理やろ。これ1クールで終わりなのか。反響次第では分割2クールはあるかも。っていうより全日帯で放送した方が下手なバラエティ流すより得策な気も。今時バラエティやってる時間なんかにやられても見にくいだけだな。あと3話で1シーズン終了なのか、2シーズンは作られるんだろうか。桃、アイラ、ババ、ターボ、井上菊子、ヒロインは誰なんだよ。オカルンがヒロイン。たまないから。分割でもいいから2クールやってほしかったな。早くてまた来年秋かな。シャコ星人の子供可愛いから早く見たいな。相手がこっちの都合を考えずに攻め込んでくるというのは良いな。ガチっぽくて好み。ダンダダンの制作会社、猿で世界だったなって毎週思わされてしまう。大人数抱えてるスタジオと違いサイエンスサルって一人で何役も仕事こなす少数精鋭だからこういう手法。
終始笑いが止まらない最高のギャグ界。ずっと全裸で戦ってるオカルンが面白い。また躊躇することなく下着姿になる桃が良い。3人の相性が意外と良くて、強い敵を倒せることができてよかった。オカルンとアイラの密着から始まり、オカルンと桃の密着で締める流れが最高に好き。心の距離が離れ離れだったオカルンと桃だが、アイラ含めて合体して脅威を退治する。その際、オカルンの勘違いしてほしくないという意志が生じて、距離が元に戻り、全裸で抱き合う姿にそれが現れてるのが好き。合体対決に合体落ち、最後まで美味でした。アクサラの能力が覚醒したアイラと共闘。セルポ星人との再戦は、桃もオカルンも能力を使いこなしている分、起点も聞きしっかりと攻略して撃破。アイラとオカルンの抱擁への嫉妬から始まり、現実に戻った桃とオカルンの抱擁で締める。ジャブ、ラブコメともに高水準なクオリティで大満足。アクサラアイラの動きとか水中で逃げ回るシーンとか、今回特にアニメーションすごくてめっちゃ最高だった。桃の超能力の発想には毎度驚かされるね。桃とオカルンが合体するラストとギャグっぽい作画も振り切ってて面白かった。高倉健が出ると戦力にならない桃好き。シャコ星人の見た目もノバルタン星人笑い。水中なら最強なのに肺呼吸なのおもろい。シャコは拳でプラズマや太陽表面温度出せるのすごいよね。ユーマと宇宙人が合体しちゃったよ。オカルンたちの学校生活が社会的に死ぬ。笑い。動く。メリハリのあるギャグを挟みながらオカルン、桃、アイラのコンビネーション技が次々と繰り出される。その怒涛の映像と音楽が有無を言わせない説得力を持って迫ってくる。パートごとに画面を支配する色が変わるのもいい。笑いすぎで過呼吸で死ぬかと思ったわ。セルポの6割カットからの笑いの畳みかけがやばい。シャコ星人は肺呼吸だし、ネッシーはサーチ&デストロイだし、セルポは味方に駆られるし、もうめちゃくちゃでも本当に最高だな。今年で一番笑った間違いない。突然セルポ星人らがリケインの歌を歌い出したのには驚いたけど、ほぼ全編にわたる動きのあるバトルや水の描写など作画的にも見応え抜群で、合間に挿入されるラブコメや会話劇にもクスッとさせられる、非常に密度が濃く満足度の高い回でした。あと、真っ裸と下着姿で落とすオチもお見事。男子が裸、女子2人が下着姿でも、場面的に特殊な状態で画面全体がネオンカラーのため、リアルになりすぎず、エロが抑えられているのが良い。その後、画面が通常に戻り人物も肌色表現になってからは、人物の絵自体を崩すことでまたそれを緩和してる。セルポ星人だけでも厄介なのにさらにローバーデーモンとまで苦戦。すごい戦いだしラブでコメディまぶしながらだったから、戦闘が勢いよく組み立てられてても、どこか見やすかった。特撮のような効果音、リゲインの曲歌い切っちゃったり、タイガーアッパーカットしちゃったり混ぜてて爆笑。ギャグに振り切った戦闘も良きかな。基本、裸だから絵面が面白すぎる。至るところで嫉妬してる桃が可愛い。オカルンのまっすぐな言葉にキュンとしてるとこも可愛かった。あんな大勢の学生たちに不埒な姿を見られたら学校生活すら危ういけれども、一体どうなってしまうのか。お全裸下着姿で、おしゃことオセルポとオネッシーと大乱戦。キレッキレの作画と勢いに、大量のツッコミどころにパロディの数々。合間に挟まるラブコメ波動と、もうこっちの情報処理が追いつかないよ。オチまでひで。そんなカオスなバトル回も、痛快にして爽快。アホ面白かった。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた
次回の動画でお会いしましょう。